はい、インラインスケーター森ポンです。今回は、役者だったりとかジャニーズの子たちに教えている、ブレーキング、もう最短で覚えるブレーキングを、4つほど紹介したいと思います。いろんなブレーキングがあると思うし、ブーツのところにもかかとの部分についてるとは思うんですけども、ああいうのは、ブーツのヒールブレーキって言われるものは使いません。今回、練習するのは、まずターンブレーキ、あと T ストップでパワースライドでパラレルスライド、この4つを紹介していきたいと思います。なかなか段階を踏まないと難しいブレーキングではあるんですけども、この4つはもう本当使い分けるともうどこでも滑れるようになりますし、スピードがつけることができるっていうことにもつながるので、ブレーキングを覚えれば、スケーティングが速くなる、スケーティングが上手くなるっていう部分もありますので、これはしっかり覚えておきましょう。ターンブレーキの練習なんですけども、頭にターンがつくっていうことなので、初めにターンができないと話にならないっていうところになってきます。ターンは、A フレームターンって言われるものがあるので、その A フレームターンからまず練習をしていきたいと思います。このターンはですね、遠心力の体中心に中に持っていく体の向きと、目線を遠心力の中心に見るっていうことがものすごい大事です。右足、外側の足にしっかり踏ん張りの体重をかけつつ、目線は円の中心を見ておく。でその際に僕は手を前に出したと思うんですけども、遠心力が発生するってことはスピードが増すっていうことなので、体が後ろに持ってかれないように手を前に出して腰を落としておきます。このスタンスのまま前に遠心力の中心を見て、ここからのまっすぐな力で右足、外足ですね、外足で踏ん張ってあげる。これがすごい大事になってきます。でこの A フレームターンができたら、内足をかかとを少し上げてあげます。そうですね、上げてあげる、上げてあげて引き込んであげる。内足のかかとは中に入れてあげる。この切り替えはものすごい大事になります。ここはちょっと頑張っていきましょう。最後でいいですよ、最後でいいですよ。引き込んであげる。もう一度いきます。こうに遠心力の中心見て引き込んであげる。で気をつけてほしいのが、切り替えた時にすぐに立ち上がらないようにしておいてください。A フレームターンしてる時に切り替えた時に、この状態でしゃがんだ頭の位置は維持しておく。で遠心力の中心が真ん中に来たら、お尻の真下に来たら上がってあげる。遠心力の中心を中に引き込むというイメージですね。指さしてた部分を自分の体の真下に持ってくるイメージです。練習としては指で刺す、自分の遠心力の中心を指で刺していくっていう練習は結構効果的で、教えたりします。指で刺すってことは手を前に持ってくるってことですから、遠心力の中心を中に持っていく、外から中に持っていく、その中に持っていくときに足を切り替えていきます。応用で一つのマーカーを、この周回から自分の体に引き込むっていう練習をしていきたいと思います。はじめは指を刺しながらやってみましょう。目指して中に入れていく。そうですね、イメージとしては最後自分の中にボールを作るイメージですかね。遠心
心力が生まれるってことはスピードが上がるっていうことにつながるので、低く前に押し出す、このイメージで、やっていけたら合格なんじゃないでしょうか。ブレーキの中でちょっと一番難しいのかもしれないです。ただ今回、最短で要領を教えていくので、頑張ってみてください。それではやっていきたいと思います。T ブレーキといっても実際のところブーツは T の形をしてません。 T というのはこういう形なんですけども、実際 L に近いのかな。後ろからついてくる足は若干 T よりも L っていう形ですね。右足の軸がやっぱりしっかり安定してないといけないんで、この軸を安定させていくってことを意識して練習していきます。練習方法としては、右足の軸足の部分にしっかり体重を乗せるっていうことをまずやっていきたいと思います。しゃがんだ状態から踏んで押して引きずる、踏んで引きずる、しゃがんで引きずる、しゃがんで引きずる。上半身はちょっと、軸足の方の肩を少し前に出しつつ、こっちでも若干 L を作るような状態ですね。この状態でいくと肩が安定するので腰を落としやすくなってきます。後ろ足でポンと蹴った時に体重移動を前足に持っていってあげる。左右両方ともできた方がいいですけども、ブレーキは安全に止まれるってことが一番なので、まず自分の利き足がどちらかなっていうのも調べてみるといいと思います。はい、ではプッシュ引きずる、プッシュ引きずるが終わったら、今度は長い時間片足に乗れるような練習をしていきます。これもコツがあります。コツは今まで引きずってた後ろ足なんですけども、蹴った瞬間にこう見たら分かりますかね。まっすぐ立った状態、前足の後ろにセットしておいてあげる。浮かした状態ですよ。これは浮かした状態、やじろべえみたいなもんですね。片っぽの体重に乗せてあげて、これで耐えてあげる。前足の重心は結構かかと重心です。全体に乗せるっていう、足の全体に体重を乗せるっていうよりかは、4輪だったら3番4番、後ろの3番4番、3輪だった場合はちょうど真ん中ら辺ですね。2番と3番の間ら辺を踏ん張っていきます。こうすることによってノーズが振りやすくなってくるんで、バランスを取りやすくなってきます。わりかしこう V な形でバランスを取る。つま先の方に力入れちゃうとどうしてもバランス崩しやすくなっちゃうので、かかとの方を中心にしっかり乗せてあげる。はい、ちょっと見てて分かると思うんですけども、重心をしっかり前の足に乗せつつも、後ろ足ではこう舵の役割で体をコントロール、バランスをとってコントロールしてます。足を引きずりながら自分がどこの足のポジションだとバランスが取りやすいかなっていうのをこう考えながら、触りながらちょっと意識してあげてください。どこが取りやすいかなって。その時にやっぱり目線は
この辺り。はい、T ブレーキ T ストップを、練習してきましたけども、実際このブレーキが一番使うんじゃないかなというブレーキになります。なのでこれは個人的には両方できることをお勧めします。両方できるっていうことは右足にも左足にも、体重を乗せるバランスが取れるっていうことなので、今のブレーキの段階から両方やっとくと軸足っていうものが両方均等に取れるってことになってくるので、これは両方やることをお勧めします。ちょっと難しいかもしれないですけども、基本目線奥でバランスをとって自分のスピードで安全に練習してみてください。頑張ってください。パワースライドは、簡単に言ってしまえばスピードが乗ったターンブレーキになります。遠心力の外の足から中の足に重心移動することがものすごい重要になってきます。右足、僕でいうとこっちの外足ですね。外足から内足に切り替える、外足から内足に切り替える、体の真下で足の入れ替えを行うっていうことを意識してあげてください。ターンブレーキから切り替えて真下に足を持ってくるイメージです。ターンブレーキから真下に持ってくるイメージ。その時に外足のかかとをグッと押し出すイメージで、突き出してください。体重は外足から内足に切り替えて、その時にかかとをグッと押し出す。ここから来た内足を体の真下で入れ替えてあげる。その時に外足はかかとで滑らしてあげる。かかとで踏ん張ってあげる。一回しゃがんであげるようなイメージで、その時にかかとをしっかり前に出すことを意識してあげてください。かかとをしっかり外に出してあげる。それを一つのアクションで入れ替えます。体の真下で行われるってことがすごい大事です。僕からのアドバイスは、目線を崩さないために内側の肩はしっかり残しておいてあげる。これはすごい重要です。ブレーキングした時に中に入るんじゃなくて肩をちゃんと前に残しておいてあげる。はい、パワースライドの練習方法なんですけども、こうやって今並べたようにね、コーンを、パイロンをこの字型に並べた状態で、この中でパワースライドを行って止まるっていう練習をしていきたいと思います。これ何が大事かっていうと、自分のリズムをちゃんと作っておかないとブレーキングができないっていう練習になります。スタートしたこの字の最初のパイロンに入ったところからスタンスを決めて、ブレーキングをこのコーンギリギリのところでブレーキングするっていう、蹴飛ばしてもね、初めは蹴飛ばすかもしれないんですけども、この練習方法は自分の中でリズム切り替える、リズムを作ってあげるっていうことの方が大事ですので、しっかりスタンスを決めて自分の準備して自分のリズムで切り替えていくっていう練習方法になります。結構危なかったな。スタンス決めて入れ替える。目線は奥です。目線は止まりたい方向、ここを見るように意識してあげてください。
よくねターンのままターンブレーキのターンしながらブレーキングすればやりやすいよっていう人もいると思うんですけども、それだと切り替えのメリハリがつかなくなってバランスを崩しやすいです。自分が一発の一瞬で切り替えるこの不安定な時間をいかに短くしてあげるかっていうの方が意外と大事だったりします。最短で教えるっていう形になるんで、少しここは厳しくなるのかなとは思うんですけども、体を中心に足を入れ替えるっていうことに慣れてしまえば、もう片足でバランス取ることに慣れてしまうので、もう一石三鳥四鳥ぐらいの勢いで、覚えることが膨大に増えてきます。なので自分のまっすぐ入ってまっすぐブレーキング、カーブではなくてまっすぐ入ってまっすぐ切り替えてあげて足を前に出すっていうことを意識してあげてください。この練習方法はおすすめです。それでは頑張ってください。それではパラレルスライドをやっていきたいと思います。パラレルスライドは結構難しいです。中級者上級者の中でもできる人できない人いるぐらい難しいです。ただ、練習方法としては、パラレルターンっていうものを、やっとくっていうのは基本的な部分で大事なことだと思います。パラレルターンが大事になっていくので、ちょっと触りで、練習をしていきたいと思います。パラレルターンは何ぞやっていう話なんですけども、見てもらった方が早いですね。こういう体を傾けたターンになります。なんかスキーとかのイメージと似てるとは思うんですけども、内足が前に出ます。スキーの場合は外足が前に出るっていうイメージがあると思うんですけども、インラインスケートでは内足が舵を取って進行方向を決めていくので、内足を切り込んでいくっていうイメージですね。で、初めてパラレルターンをやる人は結構難しかったり体を傾けるのが怖いなっていうイメージがあると思うんですけども、最短で教えるっていう形になってくると、イメージ的には遠心力の中心から、ロープが出てて頭のところから紐でつながれてるイメージですかね。なのでスピードに対してこう傾けながら大きくこう回っていくっていうイメージです。よく天井のモービルとかでくるくる回ってるのありますよね。ああいう感じでこうスピードに合わせて自分の角度を変えながらぐーっと遠心力の中心に向けて回っていくっていう、ポールがあるものだと思ってください。遠心力の中心にこうポールがあってぐるーっと回っていく。初めはちょっと大きく回っていきましょう。意識することは無理やり曲げるんではなくて、体を少し全体両足で押し出しながら遠心力の中心に合わせていくっていうイメージです。角度を曲げても押し出しがないと倒れていっちゃうんで、しゃがんだ状態からスタートしてゆっくり押し出すイメージです。いいですか、ここ大事です。しゃがむ状態をスタートの時に、コーナーに入る前に作っとくっていうのが大事です。しゃがんだ状態から押し出しながら上がっていく。遠心力の中心。はい、パラレルターンの、ちょっと練習を少ししてみましたけども、パラレルスライドは、このパラレルターンが終わる最後の部分でしっかり膝を曲げて伸ばしてあげながらスライドさせるっていう、これから練習していった方が多分安全だし速いと思います。最後の部分で一回膝を曲げて瞬間的に伸ばして足を出してます。イメージ的にはぐーっと回ってきて最後に一回しゃがんでさっとここでパッとすぐしゃがんであげるようにしてあげてください。かかとを出してしゃがむ、かかとを出してしゃがむ。
かかとを出してしゃがむ。この動きと一緒です。かかとだけだと重心怖いですけど、すぐにしゃがめるような体勢は上半身で作っておいてあげました。上半身でかぶせるようにして、かかとを中心につま先を上げてあげる。押し出して戻して、押し出して戻す。これが重要になってきます。最後にすぐに戻れるようにしとくっていうのが大事なポイントです。頑張ってみてください。